はいどうも、ベイメットチャンネルです。本日は、エクストリームカップチームバトルでも大活躍だったメテオドラグーンを追求。温度によるラバー性能の変化を100回戦で徹底検証していく。まず、ラバーの種類には、衝撃を反発力に変える高反発ラバーと、衝撃を吸収する低反発ラバーがある。公式ではメテオドラグーンのラバーを高反発として紹介しているが、素材として使われている PVC は、細かい衝撃を吸収できるという特性を持ち、どちらかといえば低反発に分類される素材だ。しかし PVC は配合比率で硬さを調整でき、ホースから配管パイプまで非常に幅広い用途で使われている。そして今回の検証のメインテーマの特性として、ラバーをはじめとするゴム素材や PVC は温度が高いと柔らかくなり、温度が低いと硬くなるという温度変化の影響を受けやすい特性を持っている。高反発の特性であれば柔らかいほど反動で跳ね返す力が増すが、低反発の特性であれば柔らかいほど衝撃吸収量が増えるため、弾き性能と回転吸収性能に影響する可能性がある。特に冬の間は寒い環境での大会もあるため、実際に練習環境と大会会場の温度が異なる場合もあるだろう。今回の検証では明確に温度の差が出るように、低温状態のメテオドラグーンは事前に冷凍庫で冷やし、バトルごとに保冷剤で低温状態をキープ。高温状態のメテオドラグーンはバトルごとに遠赤外線ヒーターで高温状態をキープして、お互いウィザードロットに対する弾き性能とチャークスケールフリーボールに対する送り合い性能をそれぞれ25戦ずつ合計100回戦で徹底検証していく。25戦の結果、低温メテオドラグーンのトータル弾き回数は96回、平均スピンタイムは26.46秒という結果となった。続いては低温状態のメテオドラグーンの送り合い性能を環境トップのシャークスケールのフリーボールカスタムを相手に検証していく。25戦の結果、低温メテオドラグーンの平均スピンタイムは 26.18 秒、スピン勝利数は9回、シャークスケールのスピン勝利数は11回という結果となった。続いては高温状態のメテオドラグーンの弾き性能を検証していく。
25戦の結果、高温メテオドラグーンのトータル弾き回数は82回、平均スピンタイムは 28.38 秒という結果となった。最後は高温状態のメテオドラグーンの送り合い性能をシャークスケールフリーボールを相手に検証していく。低反発の特性なら効率よく回転吸収できるはずだが、どのような結果となるのか注目だ。25戦の結果、高温メテオドラグーンの平均スピンタイムは 29.12 秒、スピン勝利数は8回、シャークスケールのスピン勝利数は11回という結果となった。それでは100回戦の結果をまとめていく。まず、8機性能については、低温メテオドラグーンの8機性能は 0.23、高温メテオドラグーンの8機性能は 0.16 ということで、高温状態で明確に8機性能が落ちてしまったということは、メテオドラグーンのラバーは低反発素材に分類されることが判明した。次に、シャークスケールフリーボルトの送り合い検証については、低温メテオドラグーンの送り合い勝率は 45%、高温メテオドラグーンの送り合い勝率は 42% ということで、勝率についてはそこまで明確な差は発生しない結果となった。しかし、もう一つの指標として、平均スピンタイムを比較すると、低温メテオドラグーンは 26.18 秒、高温メテオドラグーンは 29.12 秒ということで、高温状態の方が3秒近く平均スピンタイムが長いことが判明した。高温状態によって弾き性能が落ちたことで吸収効率が上がったということだろう。今回はラバーの消耗が検証結果に影響しないよう別々のブレードを使用したが、個体差が影響しない同じブレードの検証なら、おそらく送り合い勝率も高温状態の方が高くなると考えている。ということで、今回の検証結果をまとめると、メテオドラグーンのラバー素材は寒い環境なら弾き性能が向上し、暖かい環境なら吸収効率が向上するという結果となった。最後に注意だが、故意にブレードを冷やしたり温めたりする行為は、レギュレーションに明記されている本来の性能が変化、増幅したパーツの使用は禁止という項目に抵触する可能性があるため、室温や気温によって性能が変化することを頭の隅に入れておく程度にしておこう。では次の動画でまた会おう。アディオス。